んにちは。TTS の川本です。今回は無力を使ったロボットシミュレーションにトライしてみます。また、以前の動画でご紹介したモーションと物理エンジンの間にある矛盾について、無力がこれをどのように扱っているのか少し踏み込んで考察してみようと思います。よろしくお願いします。まず非常に簡単なロボットモデルを作ってみます。無ジョコの 3D シーンはブレンダーなどの DCC ツールと比べるとやや原始的で XM ファイルにテキストで記述するスタイルになっています。例えばシーンに円柱を配置する場合はこのように記述します。ビューワーで実行すると円柱が宙に浮いた状態になります。円柱への拘束を外してみると重力によって円柱が地面に落下するようになります。次に円柱をもう一つ追加し2つの円柱をリンク機構で接続してみます。実行するとヒンジに沿って振り子状に落下する動きになります。ヒンジに剛性と粘性を与えると姿勢をキープできます。今やっていることは以前 Unity で振り子を作った時と本質的には同じです。ただし UI ベースの Unity と比べると無ジョコでのモデル作成はやや玄人向けと言えるかもしれません。さらに円柱を増やして6自由度のロボットを描くとこのようになります。重力と関節に与えた粘弾性の影響を受けている様子が見て取れます。次により実際に近いロボットでシミュレーションを行ってみます。無ジョコギャラレイに含まれるユニバーサルロボットの UR5E とロボティックのハンド 2F85 を使用します。XML を編集してハンドをロボットの先端に取り付けてみます。動かしてみるとかなり物理現象っぽい動きをします。実機と同じ寸法や各関節の質量、完成モーメントを正確に与えることでより現実に近い挙動を得られる可能性がありそうです。ここから応用です。以前の動画で実用的なシミュレーションを行うためにはロボットをモーションではなく物理シミュレーションで動かす必要があるという話をしました。これを行うとロボットを力学的に制御する必要が生じシミュレーションの難易度が一気に上がります。無ジョコはこの問題をどう扱っているのでしょうか。今回私自身も強い興味を持って調べてみました。無ジョコのアクチュエーターにはいくつかの種類がありますがよく使われているのがポジションタイプです。これは関節の目標姿勢を指定する方式で一見するとモーション制御とよく似ています。試しにロボットの移動先に障害物を置いてみましょう。実行すると障害物を押しのけました。障害物を重くするとかなり無理やりな動きになります。このように見た目はモーション制御ですが実際には物理シミュレーションとして振る舞っています。ここには非常に洗練された仕組みがあります。無ジョコのポジションはアクチュエーターというより仮想的なバネ短波計として動作しています。バネは自然長からどれだけ変異したかに応じて力を発生させます。大きく引っ張れば大きな力、小さく引っ張れば小さな力が出ます。無ジョコのポジションも同様で関節角度が目標姿勢からずれた量に比例したトルクが生成されます。ただし人間の関節のように生理的に決まった中立位があるわけではありません。実在する物理バネではなく制御則として埋め込まれた理想的なバネ特性に設定されています。このため発生するトルクの大きさを現実の力として直接解釈することは困難です。
ポジションの仕組みはとてもよくできている一方で、個人的に違和感を覚えた点もあります。このような理想化されたバネは現実世界には存在しません。このためシムトゥリアルに直結するとは言えません。特にロボットが外部と接触しながら動く場合、生成される運動が現実を忠実に模倣しているとは限りません。ポジションは障害物にぶつかって目標姿勢に到達できなかった場合、次の姿勢ではより大きなトルクを発生します。これはフィードバック制御に似ていますが、そのトルクの値に物理的な意味を見出すのは困難です。この違和感の背景にはロボットコントローラーの存在があります。実機のロボットでは目標姿勢や軌道を与え、詳細なサーボ制御はコントローラーに任せます。障害物にぶつかって目標に届かなかった場合、ロボットコントローラーはトルクを増やしますが、一定以上の力がかかると安全のために停止します。こうした挙動はロボットごとに異なり、一般化できません。コントローラーまでを含めて完全にモデル化するのは現実的とは言えないでしょう。では、ロボットシミュレーションに意味はないのでしょうか？私は AI との融合に大きな価値があると考えています。人間は触ったことのない物体でもある程度自然につかむことができます。これは過去の膨大な試行錯誤が脳内にメンタルモデルとして蓄積されているためだと言われています。強化学習を使えばロボットにも同様の経験を積ませることが可能です。しかし実機で学習を行うと時間やコストがかかるだけでなく、試行錯誤の過程でロボットや周囲の構造物を壊してしまう危険があります。このため計算機シミュレーションが有効になります。重要なのは現実を完全に再現することではなく、物理的な因果関係を保ったまま試行錯誤できることです。最近ではロボットにアフォーダンスやメンタルモデルを獲得させる研究も始まっています。現状ではプリミティブな形状が中心ですが、3次元測定器で取得した複雑な形状を扱えるようになれば、人の生活空間に溶け込むロボットに一歩近づくでしょう。一方で、製造ラインの組み立てシミュレーションなどでは、モーションベースの幾何解析で十分なケースも多いと思います。実際の部品同士の反応や接触挙動は最終的には実機で検証する必要があります。フィジカル AI はまだ若い分野です。短期的な実用性だけで判断するのではなく、中長期的な可能性として捉えることが重要だと私は感じています。今回は無助語を使ったロボットシミュレーションを試してみました。改めてロボットという対象の難しさを感じました。物理エンジンが何をしていて、結果何ができないのかを理解することが非常に重要だと思います。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。